found myself in the dark of the night when I was lost, needed a revive. はい、始まりました。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。霊気走破のはいフルスポイラーのウィークが始まってまして、はい、初の試みなんですが、はい、今日は一番重要と言いますか、まあ逃走者的には多色の回ということになるんですが、はい、今回はかなり多色のカードを見ていくということで、はい、まずアンコモン、コモン、まあコモンなさそうでしたね。はい、アンコモンから気になったカードをちょろちょろ言っていくんですが、はい、この青赤のこの推進力強化補正、はい、これいいなと思ったのが、はい、3マナ33威訳じゃないですか、うん、コンバットするたびルーティンできるんですよこれ。アタックするたび、はい、はい、アタックするたびですね、うん、でこれ置物としてアタックするたび1枚引いて1枚するってあんまないというか、あ、なるほど、聞いたことない。まあ確かにね、まあ便利そうですね、そういう意味だと。こいつ登場して殴ってもいいですし、はい、なんか使えるかなっていう、はいはいはい、わかんないですよ、何に使えるか。まあ絶対セカンドドローが確定するからとか、そういうので、そうです、まあ、捨てて強化されるカードとかも多いですからね、今回。いいですよね。はい。あと僕気になったのはこのブルードハートエンジンという、はい、2マナのゴルガリで、重宝1マスできるんですよ。アップキープ偉いっすね。アップキープにこれまず確かに優秀で、4マナでこれを生贄に捧げるとリアニっすよね。リアニっすね。リアニっすね。リアニ良くないですか？クリーチャーか機体のリアニ。機体もリアニ。だから重宝して肥やしてって、肥やしてデカブツ落としてリアニ。めっちゃいいっすね。いいじゃないですか。めっちゃ良くないですか？はい。まあ見どころっぽいですよね。はい。であとこれ気になったのはこいつ。青白。はい。ガイドライトの道開き。はい。これなんで気になったかっていうことなんですが、はい。これ全部能力置いといて、はい。2マナのアーティファクトを場に出せるっていうサーチして、はい。それがもうすごくないですか？まあやばいですよね。やばくないですか？だって棒いきなり決まるっていう可能性が、そうですね、これ通ったら棒決まりますっていう可能性ありますからね。可能性ありますよね。はい。っていうだけです。まあでもそれだけね。これ別に2以下じゃなくてもサーチはできるんですよね。サーチはできますね。だから結構強いですよね。まあソルリン持ってきたりとか、もうそこまで言ってたらしないかもしれないですけど、まあ6マナいってるから確かにソルリンはオーバーかもしれないですけど、まあワンチャンありそうな強いですよね。はい。あとは気になったのはこれですね。これバギー、はい、この赤緑の3-2なんですけど、はい、こいつが攻撃するたび宝物を出すと。偉い。機体なんですけどね。まあ機体とはいえ。で3マナ精進無色で、はい、これがクリーチャー化するんですよ。はい、で11カウンターが乗るんですね。はい、4-3なんですよ。はい、でこれ2マナ目でこれを出して、はい、で3ターン目に3マナでこれを精進して、はい、で 4-3 で殴っていけると、はい、で宝物1個生み出せるんですよ。これ強くないか？確かにこれだって2マナで出して、はい、まあシンプルにですけど3マナで次のターンやって殴ったらその次のターンって6マナ出ますよね多分。なるほど。2マナで置いて3マナで精進してそのターン殴ると宝物が1個出るから4になってで次のターン土地セットで5になってアタックしたら6出る。すごい出ますよ。これ結構やばいんじゃないですか今後。なかなかすごいですね。これいいんじゃないかなっていうのちょっと気になりましたね。はい、あとこの、2マナで、はい、3ドローして3点ゲインっていうこれ強くないですかこれ。ね、はい。まあこれはもう神話見てる人は本当に気になってるんじゃないかなと思って。2マナで3枚ドローして3点ライフですよ。やばくないですか。はい。まあそんな感じですかねこのアンコモンは。はい。まあこれぐらいにしときましょう。でレア神話レは行きたいんですけど、はい、まあちょっとだいぶ割愛させていただく形にはなりませんが、はい、まず機械巨人はちょっと全部行こうかなと思ってるんですけど、まあ、ミドシオの機械巨人は、はい、アーティファクトエンチャントクリーチャーの1コス以下をサーチ。はい。合ってますか？アーティファクトクリーチャーエンチャントのどれかを1コス以下を2枚サーチ。2枚サーチ2枚サーチですよ。まあ例えばなんだろうソロリンとか、まあソロリンにサーチしても全然いいですよね。エスパーの保証とか、ああいいじゃないですか。ルーンマザーとかいける？いけますね。いけますよね。これいいですよね。だからまあ便利ですよ。はいはいはい。あとなんか探してきていただいたカードは破片魔導士のはい。
救出かなっていうカードが、まあ、3にあるんですけど、あるんですね、これがちょっと組み合わせ的には注目されてて、はい、1マナで15本つけれる俊足のエンチャントっていうことでいいですね。まあかなりいいですよね。かなり相性良さそうっていう守りやすい、守るカードを持ってこれるってことですかね、かなりいいですよね。はい。まあ、こいつあとごめんなさい、気になったんですけど、これ、アーティファクトエンチャントで、マナー総量が1以下だったら0マナのいけるってことは、これアーティファクト土地やエンチャント土地もいけるってことっすよね、多分。いけますね、おそらく。じゃあウルダの物語とか一応持ってこれる。なるほど。まあ確かにアーティファクトシナジーとか見るんだったらあれ強いんで、確かにまあカジュアルかって言われると分かんないけど、まあ入れてる方はね、エンチャントだから持ってこれるってことを知っておいてもいいかもしれないですね。確かにそうですね、はい。で次こいついきましょうか。はい。ハウラー船長。これワンチャンちょっと狙ってるんですけど、4マナ54、5砲2マナの2点ライフ。これめっちゃ強くないですか？イゼットのスタッツとしてまずなんか、やっぱクリーチャーのスタッツ高いですよね。これイゼットの4マナとしてまず優秀で、であなたが1枚以上のカードを捨てるたび、1枚捨てたら、クリーチャー1体対象として、この捨てたカードの枚数か1枚につき20修正。やばくないですか？まずまあやばいですね。でこのターンそのクリーチャーがプレイに戦闘ダメージを与えたらカード1枚引く。何が起きてるんだと。おかしい。赤、ルーティンするカードってめっちゃあるじゃないですか。多いですね。ルーティンするカードいっぱい詰めて、例えばヤンパイみたいな、ヤンパイみたいなカードもめっちゃあるじゃないですか。で横並びして、殴りまくるみたいなのどうかなっていうで引きまくるっていうでまた殴りまくって引きまくってみたいな。これ別に同じクリーチャーってか捨てた枚数につきプラ0だから、そうっす。極端な話これ、10枚8枚ぐらい捨てたらハウラ船長でなんか21連敗とかも一応できるんですよね。できます。フォーチュンターやばいっす。確かにやばいじゃないですか。フォーチュンターやばいっすよ。確かに。でしかも、でもこれ誘発は1枚以上捨てるたびでワンドローがつくから、それ1回につきはあれか1回しかできないのか。なるほどね。だから1回捨てるカードだったら、そういう多重で重ねることもできそうですよね。なるほどね。捨てたカードでも1枚につきだから、多分プラ2プラ0は1枚につき誘発すると思うんですけど、ダメージ与えた時ドローは多分1枚以上捨てるたびにしか誘発しない。だからフォーチュンで7枚捨てましたでも、7に14修正かかるけど1枚しかカードは引けないってことですね。そうですね。そういうことですよね。なるほど。ただ1枚1枚ペチペチペチって捨てる能力やれば、多分カードを何枚例えばその回数分引けるんじゃないですか。めっちゃ強いですねこれなんか一応ちょっとここはルーリングを確認。おそらくそうですね。でもこのテキストそうっぽいですよね。そうっす。これなんか楽しそうじゃないですか、イゼット的に。いやかなり楽しそうな。しかも除去られにくいし。そうなんですよ。いやこいつちょっとやろうかなって今心が動いてます。でこの赤黒の機械巨人、こいつはなんか場に出た時リアになんですね。マナー総量が4以下をリアにする。最終カウンター乗っけちゃうんですけど。なるほど。で威迫と接しと速攻で、次の終了ステップにそのクリーチャーを追放する。これなんか案があるそうで、なんかクローンを釣ると、この機械巨人になって、また墓地から釣れるようになるから、クローンの数だけリアにできるよと、ありありっていうか、連鎖してで最後に1枚リアにできるみたいな。でそいつら全員54のこの機械巨人になって殴りかかれるよっていうカードではあります。墓地にクローンをいっぱい溜め込むみたいなことですよね。そうなんですよ。4以下のクローンが何枚あるか知らないですけど。なるほどね。4以下のクローンでも結構ありますからね。ありますよ。ただそもそも色が合わないっていう、確かに問題はあるんですけど。問題あります。しかも何の逃走者なのかっていう。ブリクスから以上なのかっていうですからね。何か面白そうなんじゃないかなっていう。で僕ちょっとこの赤白のカード気になったんですけど、ソーサリー、ソーサリー5万のソーサリーで、アーティファクトクリーチャーである最大1つ対象とします。それを追放します。で次の終了ステップにそのオーナーをコントロールカーで戦場に戻します。で各クリーチャーに4点オール。じゃあ
なんか避難はできると。そう、1体自分の統率者を避難させて、各クリーチャーに4点オールっていうことなんですよ。はい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 。これ良くないですか？まあいいですね。ただちょっと心配なのは、4点オールで死に切るかっていうところですよね、逃走者だと。まあそうなんですけどね、5マナぐらいだったらそんなもんなんですよ。まあでもしょうがないですね。序盤のそのちょっと弱めのクリーチャーを全流しして、自分だけチップ誘発させちゃおうかなみたいな。まあでもブリンク強いですね。ブリンクというか、遅延ブリンクか。そうそう、結構強くないですか？いいですね。で次のカードなんですけど、ファーフォーチュン、これいいっすよね。これは強くないですか？これは俺もめっちゃやりたいなと思ってて、4マナ4号でまずエンジン始動しますと。そしたらすぐ稼働できると。なんでなんですかね、これおかしいですよね。攻撃するたび各対相手に1点、もうすぐ1点ですよ。何かしらが殴ればもう絶対にもうどんな相手だろうが基本的には1点入ると。4番4号っすかねこいつ。で最大速度だと1点プラス1ってなるんですよね。追加で1になるっていう、トーブランみたいな能力になるっていうね。だから自分の能力も1点じゃなくて2点になる。やばいっすよこれ。まあまあやばくないですか？赤黒のライフ削るイメージだと結構強そうな。そもそもエンジン始動って相手のライフを削りに行くテキストじゃないですか。確かに。だから最もエンジン始動と相性がいいと言っても過言じゃないかもしれないですよね。全てのエンジン始動のこの今回のテーマが詰まってるかもしれない。かもしれない。ああ確かに確かに。これいいな。これやるかもしれません。みんな俺いっぱいやるかもしれない。まあやりたいことはねいっぱいありますよね。あとこれがなんかライオンさんがお気に入られたようで、ケトラモーズは強いですよ。ケトラモーズ3マナ44威訳反根破壊不の化け物じゃないですか。追放領域に7枚以上のカードがない限り攻撃ブロックできない。そんな簡単にいくと。いくでしょう。で1枚以上が追放領域に置かれるたびカード1枚引いて1点ライフを失う。これは下関係で暴れるんですかね。どうなんですかね。もうどうなんですかね。スタンダードとかでも暴れる可能性はあるとは思うんですけど。スタンダードで何枚追放することできるんですか？もうできるんじゃないですか。できるか。やろうと思えばできると思うんで。墓地帯みたいなのでできるかもしれないですね。ちょっとそこら辺は詳しくないんですいません。で逃走者的な話をすれば多分7枚追放するのは簡単ですね。かなり簡単だし、墓地から戦場から1枚以上ね追放領域に置くのも多分簡単ですね。白黒っていうか白が絡んでる逃走者だと大体ソープロとかパスとか入れたくないじゃないですか。確かに確かに。そこら辺を遠慮なく入れてワンドロー1点ルーズ言えるのはいいなと。あと除去はリング関係の除去にするとパーマネント追放してみたいなこともできるかもしれない。そうですね。もちろんかなり強いというか面白そうではありますよね。ネックなのはちょっと今のところ狙いが高そうっていうところですね。確かに、そうなんですね。これ高いのか。これが高いんですか。で次は一応お宝ちゃん紹介しとこうかなと思ったんですけど、5マナ24でこれ全部精進なんですよ。これね、これ古いテキストだなと思ってこれハトバとバリンとハトバと剣士で決まるんですよこれ。なるほど。手札に戻せれば手札に戻せれば無限まで決まります。確かにそうかなるほど。でもカジュアルでやってくれっていうことなんでしょうね。そうですね。いいじゃないですか。2段攻撃警戒速攻ですよ。でもどうすんのかなこれ。これ赤はあんま使うかな。稲妻3点本体ですよこれ。これ1つ稲妻、1つ稲妻。スキアいる一色1回しか出せない。3マナ3マナ1回出せる。どうすんすかね。でも青があるからブリンクはできるから。ブリンクしまくるってことなんですか。なんか全部使い切った後にブリンクして、でもこれ速攻ついてるからすぐ3マナ出せるんで。確かに。でもすぐ3マナ出すんだったらお宝経由しない方がマナ出るか。これ5マナっていうのが微妙ですけど、ちょっとでもカジュアルで考えたら楽しそうですよ。でも9マナのカード入れればいいんじゃないですか。じゃあなんでですか。5マナで次のターンランドセットして、9じゃない8か緑マナ必要だから。なるほど。そう8マナのカードをお宝から捻出できるよっていう。
俺はどっちかっていうと、この二段攻撃警戒を生かすべきなんじゃないかっていう考えもあって、パンプ、はい、いやあるいやありますよね。あるもちろんありますよね。逃走者だから、もちろんねダメージ狙いたいですよね。二段攻撃警戒っすよ。これ2だってことは、いくつまで上げればいいんですか？9上げたら一撃っすね。で二撃にするには11必要なんで4上がればいきますね。4上げりゃいいじゃないですか。4上げたら6になるんで、まあ、2段攻撃で12で2回投げれば24。4上げることなんて結構容易じゃないですか。1マナですらできますね。できますよね。まあ、0マナでもできるか、やろうと思えば。激励ですよね。激励。はい。これあれ待って殴り1になる実はどうなんだろう。でも警戒だから殴った後にできるから、そうドローできるからで守るのはブリンクで守ればいいから、ワンチャンこれ待ってやるかもしれない全部やるかもしれないじゃないですかなんか今回めっちゃ楽しそうなんですよね。まあでも楽しそうですよね。めっちゃ楽しそうですよね。あとこいつどうですか？こいつは僕がやりますやるんですね。やるかもしれないんですけど、こいつはシンプルにアーティファクト並べてくださいもうそれ以外ないっすアーティファクトパワーっすよ。アーティファクトパワーなんでアーティファクト軽減っすよ。アーティファクト21個軽減じゃないです、コピーっす。コピーっすか？コピー。なるほど。だからもうアド取れるアーティファクトいっぱい採用してくださいアーティファクト21個21個っていうか20個並べたら21になるんで。なるほど確かにな、はい、こいつ楽しそうですよね。まあ楽しそうですね、本当アーティファクト並べるの好きなんで、はい、やりたいなと思ってます。一回こいつ挟みました。これなんかあるのかな。でもシンワレアっすよ。これなんかワンチャンあるんですかこいつ。いやでも強くないですか。6マナ99っすよ。7マナ12っすよでその追放したカードのコピーになって、確かになんか面白いことはできそうなんですよね。パッとはちょっとすみません思い出せない。分かんないですね。こいつはちょっと一回分かんなかったんですよね。はい、分かんなかったです、でも面白いこと考えられると思うんで、まあ思いついた方は教えてください3色だからねいけるかもしれないですね、いけると思います、でこの青黒の機械巨人なんですが、戦場に出た時1人対象として手札を見ます。でその中から1枚選んで、そしたらそのプレイヤーそのカードを捨てカードを1枚引く。相手が引くんですか？これ逃走者だったらこれ多分自分に打つんじゃないですか。なるほど、手札見るだから自分のカードルーティングというか1枚を捨てて1枚引くだから、まあルーティングじゃないですか。確かに、その方がなんか特定の相手選ぶより強いんじゃないかなって気がするんだけど、どうですかね。いやなんか逃走者って結構サーチが絡むんで、サーチした後に誰かがサーチしたっていう後に手札まだ持ってるようだったらこいつを抜きに行くみたいな。まあそれはありですね、全然。こう相手がカード1枚引くって逃走者だとそんな大したアドバンテージじゃないんですよね。っていうか正直逃走者だったら1枚引いていいんで、それはみたいな方がヘイト上がらなくていいんで。そう確かにそうなんですよ。これ結構いいカードだなと思って僕は。巷だとちょっとねカードパワー的にどうなんだみたいな話もありましたけど、僕は結構いいと思ったんですね。逃走者的にはそれぐらいでちょうど抑えられるし、反コンし見るし誤報もいいしみたいな。反コンこのディミアで反コンのカードはこれしかないはずなんですよ。あんま聞いたことないんですよ。そう結構ある。黒は反コン結構あるんですよ。いや青黒はね。青黒あります反コン。僕使った記憶があるでも結構かなり数が少ない。そんなに多くはないかもしれないですね。白が絡まないとどうしても反コンってつきにくいんで。青黒の444反コンはかなり優秀だと思うんで、いいと思います。なんか最近なんか毒性かなんかの時に青黒の反コンのクリーチャー使ったんだよな。本当ですか。213かなんかだった気がするんですけど。いますか。まあ条件あったかもしれないですけど。でこいつは赤緑の巨人。こいつは246マナ77警戒100。いやこれいいっすよこいつ。これ強いっすよね。場に出た時全てのクリーチャー22修正で警戒100っすよ。これめっちゃ強くない？これ一番欲しい。一番欲しいって何回言ってるいや強くないですか？これやばくないですか？これは逃走者はシンプルバーラン的なカードで肉も強くていいじゃないですか。いやこれは何が強いと思いますか？これ一番重要なポイントがあるんですけど。なんですか？ノームできないんですよ。ダメージ軽減できないこれねすごい重要で、ノームできないってこれ出すとまあ軽減目当て結構あったりすることもなくはないから、確かにこれダメージ軽減できないっていうのね逃走者だと結構強いんですよね。
嫌っすねでこれ青白の今度機械巨人いきましょうか、これちょっと、レッドシフトは面白そうこいつですかっていう、レッドシフト面白そうで終わりましょうか楽しそうだった楽しそうです。はい、こいつは5マナ252段経過感。はい。であれ、出た時確対されて、1個パーマネントっすかこれ。パーマネント1個を3枚目。いやこいつ操作者だったら面白くないですか。面白いっていうか強くないですか普通に。強いですね。テフェリ5手フェのマイナスですよね。そうですね。ということは。でこれ各対戦って1人につき1個ですからね。そうやりますよね。ちょっと遅くしませんっていう言うだけで除去するわけじゃないんですよ。そう3枚目だからまあギリみたいな。ちょっと遅くしませんって言えば5マだったらいやいいんじゃないかな。結構ね2段攻撃かかんだから確かにワンチャンでかいですよ。1曲がれば3号っすからね。362段かかんっすからね。66と一緒ですからね。なんかファクター1個でも唱えれば。そうやばいですね。これ結構スタッツやばいなこれ。結構実はでかい。中ファッティとして優秀可能性はあります。こいつ次はサブスネン神。これやりますもうこれ結構やるよりです。これはかなりやるよりこれかなりやるよりですね。こいつは5マナ66到達トランプル破壊不能です。でこの上に置かれているカウンターの個数が偶数でない限り攻撃もブロックもできない。で第1メインフェイスの開始時に11カウンターを1個置く。でその後奇数だったらカードを2枚引く。まず66で出ますよね。5万66です。めっちゃでかくなるんですよねこれでまあこれカウンター載せてもいいんですが、多分その呪文は入れないと思います。で次のターンの開始第1メインの開始に7になります。7到達トランプル破壊不能で殴れます。殴れない。殴れないよ。殴れない。最初は奇数になっちゃうから殴れない。最初は奇数なのか。じゃあ殴れませんじゃあなんか乗せた方がいいかな。だから1回殴れた方がいいですよねやっぱり次のターンに。でもその2ドロできますからね。2ドロはできる。だから2ドロから始まるのか。戦闘開始時にプラス1カウンター乗っけるカード白にはあるけどね。あったかな。白にはある。なんかありますかね。白にはでもいいっすよ。あるけど2枚引けるってすごくないですか。だからあれですね、メインフェーズに1個乗せて奇数にして、戦闘開始時にとか、自分のメインフェーズの、ターン中の中でもう1個乗っけて偶数にして殴るとかでもいいですね。ただカウンターの個数を管理するのがお互い難しい。最初出すじゃないですか。で帰ってくるじゃないですか。乗った瞬間にまず2ドロ確定するってことですよ。そうですね。基本的には確定します。そうですよね。まず2ドロします。でそこからまたいろいろ展開してって次のターンは殴りに行けます。でその次のターンはまた2ドロ確定するんですよね。これだってほぼ2ドロが確定してるんですよずっと。2ターンに1回2ドロめっちゃ強くないですか。これ多分これ今こいつやろうって考えてますけど、中に入るカードとしてもかなり優秀じゃないですか。普通に強そうですけどね単純に。普通にだってどんどんでかくなってってトランプル到達破壊不能っすよ。で勝手にドローしてみたいなこれめっちゃ強くないですかこいつ。これあれですね、インスタントで1個プラス1カウンターでも何でもいいんですけど、カウンターを置けるカードをなんかいっぱいあればね持っておくと、なんか奇数だからこいつブロックできないやんっていきなり投げてきたんだよ。いきなりなんかブロックできるみたいな。そのなんかめっちゃ乱数激しそうっすよね。なんか難しいですね。でも難しいがゆえに面白そうですけどね。そうっすね。じゃあ次サムといきましょうか。サムとまた走ってますね。ナヤ6マナっすね。先制警戒速攻4号、エンジン始動しますよ。こいつもエンジン始動する。これでない全てのクリーチャーは X0 の修正。X は速度。いやめっちゃ強いな。僕はその下のテキストの方が強いと思ってます。クリーチャーでない呪文を唱えるコストが X 少なくなる。速度の数分コストが少なくなる。やばくないですか。いやだから5マナスペルが、最高速度足してれば1マナ確かにで打てる。
どうなんだろうな、無色に寄せんのかな、そう考えると。これ無色マナしか軽減できないから、例えばこのサムと6マナですけど、これ3マナとして出すみたいな形になるわけじゃないですか。どういうことですか？例えばですよ、例えばこれ最大これさ違うっすよ。いや分かってるんですけど、例えばこのマナコストのクリーチャーがいたら3マナじゃないですか。クリーチャーは軽減できないです。クリーチャーは軽減できないの？クリーチャーでない呪文です。クリーチャーでない呪文なんだ。はい。でもクリーチャーでない呪文この色であるかな。赤でトークン生み出すカードも、緑でトークン生み出すカードも、白でトークン生み出すカードもあるんで、トークン生み出すカードだったらコスト軽減にも入るし、上のクリーチャー強化殴れる、の両方受けられるんで、クリーチャーを出すスペルとかが結構相性いいんじゃないかなって思うんですよね。あと、まあ普通にシンプルバーラン。非常識な図体とか。非常識な図体って7でしたっけ？7でしたっけ？7ですね。4マナ、3マナとか4マナで売ってますよ。確かに。まあ横並べになるじゃなると思うんですよ。だってクリーチャーの数だけ多ければその分強化が乗るから。でもパワーしか上がんないんですよね、これ。そうなんですね。いやまあでも楽しそうっすよね。まあ普通に楽しそう。そう、赤身と白で下の能力かなり珍しいですよね。ちょっと不安定なのは多分ドローの能力がちょっと薄くなるんじゃないかなっていう感じが。確かにカラーリング的にドローがかなり難しい。しかないか。ちょっとドローの能力はかなり難しい逃走者になるかなっていうイメージですね。こうかなと思ったんですけど。あともう一個懸念言っていいですか？はい。6マナのエンジン指導なんですね。なるほど。他に指導役いなかった時に出した時にようやく速度1だから。確かにな。しかもこれ6マナって結構重いっすよね。でも速攻ついてるから一応自分が殴るからまあ出たターンにほぼ速度2になるのか。6マナで速攻で警戒だとして先制だとしても4号ですからね。6マナのターンに4号先制ですよ。ちょっと弱い可能性もありますよね。まあなんで組むってなった時はちょっとそこら辺工夫しないといけないですね。でも序盤にだからエンジン指導役が欲しい。役がいるか、もしくはそうですよね。ある程度そのエンジン始動して削れてないと。でもいや難しいっすね。こいつかなり組むの難しいと思います正直。まあ面白そうではあるんですけどね。面白そうでは結構玄人向けかもしれないかもしれないですね。で次行きましょうか。はい。これシータバルマ。こっちはシンプルじゃないですか。だいぶこいつやばいっすよ。はい。2マナの23で、これ精進1回しか使えないんですけど、その11カウンター X 個こいつに乗せて、そのパワー分の基本とパワータフネスになるんで、他のクリーチャーが全部ですね。なんでこれ例えばこれ10マナだとすると7で打てると。2は出てる状態で、もう場に出てる状態で10マナまでいったら7で打って、7個カウンターがこいつに乗ると。で全部クリーチャーが9級になるんですよね。そうです。9級になるって形になります。超フィニッシャーだからまあ横にいっぱいね弱いクリーチャーを並べるデッキとかだといいかもしれないですね。そうですね。こいつだからもう僕は思ったのは中に入っててもいいんじゃないかなっていういいと思いますよ。感覚はしたんですよね。このなんだろう10だとして10マナあったとして2増えるんで2、3、4、5で X5 で打てるじゃないですか。X5 で10マナ打てれば、7なんで77になるんですね全体が。で全体77で殴りに行くみたいなカウンターデッキとかだったらいいんじゃないかなって。あとこいつ入れたらどうですかこいつもしかしてシナジーが合ってる。でもこれ66っすけど下手したらパワー下がりますからねじゃあだってカウンター乗るからそういやパワー下がる。確かに普通のパワーが66だからこれの上にカウンター乗せるのか。だから微妙か。まあって感じ。これかなり面白いそうな逃走者ですよね。2マナでフィニッシャーだから多分最後まで出さないと思うんですよ俺。
ああなるほど。逃走してる時に置いとくカードなんじゃないかなっていう。はいはい、置いといて横並びして一気に最後ドンみたいなイメージっすね、はいはい、僕のイメージだと。起動だから消されにくそうっすもんね。確かに、はい、でもまあこれはクリーチャー呪文ですもんね。でも2マナ出しとけば。そう、いやでも2マナのカードを消されるんだったら別にいいじゃん。ああ確かに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 、いやこれ照準打たれたらまずいって言って2マナの時点で消さなきゃいけないの結構しんどくないですか。ってことは10マナとかで2マナ1回打ち消したとしても、はい、それ次出し直すと4マナで2個増えてて6マナで X で、じゃめっちゃマナがあれば、フィニッシュとしてはかなり役に立つ。まあできるですね。1回打ち消しただけじゃダメですよっていう状態にはできるってことですよね。はい、あそう考えたら強いですねこいつ。ただ、はい、ただ1個だけ、これ多分ちょっとテキストちゃんと理解してないんで、はい、分かんないんですけど、はい、おそらくですけど、はい、これ起動にスタックで除去られるとカウンター置けなくて、あー確かにだからパワーが全員2になるっていう2になりますね。はい、確かに確かに。そこだけ多分そうですね。その後って書いてあるんで。そう、なんで除去られたらダメなんだこれ。そうそこが難しいですね。そうか除去られたらダメですよこれ。多分ダメですよね。だから俺は決めるぜって言ってやったら、プラス1カウンター置く前に除去られて、なんか全員なんか66だったやつ全員2になったみたいな。確かにそうかな、可能性はあるかもしれないですね。はい、あとまあこの辺はちょっと置いておきましょうか。終わりということで、終わりということで、まあそんな感じでだいたいこのマルチカラーは、長かったんですが、今日は終わっていくんですが、チャンネル登録、高評価、コメントもハイプもお願いします。お願いします。はい、今回次はなんかあるんですよね。まだ土地と無職があります。今回の動画は以上になります。おしまい。